まず、オーダー・オブ・エクレシアの方の、キャラクターデザインは正樹さんっていう日本で最近いろいろ活躍しているイラストレーターさんそれです。チームの方ですか？違います。で、なぜ彼を選んだかと言いますと、まず、DS 作品過去2作アニメーションの絵を使ってたんですが、それだともうやっぱりその年齢層がやっても下がらなかったんですね、やっても。でじゃあやっぱりその狙うターゲット層のところに合う絵を入れていこうということで、今回またイラスト帳に戻そう。ただあやみさんの絵っていうのはやっぱり好きな人はものすごい好きなんだけれども、 DS だとちょっと大人向けっぽいっていう話になって、で、インターネットからもう最近の若いアーティストさんを探していって、で直接交渉して、今回で、曲の方ですが、曲の方、全部じゃないんですけれども、みちるさんが、担当してます。山根さんが担当してまして、彼女はコナミのアーティストでしたから、やってっつってお願いしました。みちるさん、山根みちる。何曲かは、またコナミの中のアーティストと違う人がやってます。名前言えますか？全部が全部じゃないけど、多分市橋君かな。基本的には曲の、曲を作り始めるっていうのはもう全部ゲームができてから作るわけではないので、最初にイメージとかを背景の担当者とかがそのステージのイメージとかを全部伝えていって、でここはこういうことをさせたいんだっていうのを聞いて、そこからまず最初に作ってもらうと。でそれを作ってもらったのをチーム内でもうみんなで聞いて、それでここをこうしてほしい、ああしてほしいっていうディスカッションをして、で最終的に仕上げていく。戦闘の曲っていうのはもう基本的にアクションゲームなんで、やっぱり高揚するイメージなんですけれども、その中で今回の主人公のシャノアというキャラクターはその記憶と感情をなくした、すごいなんていうんですかね、傍から見るとすごくかわいそうな悲劇のヒロインでもあるわけですよね。かわいそう。悲劇なかわいそうな話。覚えてないから何も。でそのゲームの全体のなんていうんだろう、ちょっとゲーム全体の中でちょっとこのキャラクターの悲哀っていうのは、その悲しみとかっていうのが表現できてるんじゃないかな。Castlevania Fall 2008ですね、まず今回の、キャラクターデザインなんですけれども、日本でものすごく有名な漫画家の小畑武史先生を使ってます。でなぜそこになったかと言いますと、最初この企画を考えた時にちょっといろんな時代の人が集まる、キャラクターが集まるということで、すごいお祭り感があるということで、じゃあちょっとイメージ的にも全体的に変えていってもいいかなと思ってたんですね。その時に僕のチームのスタッフの中に小畑先生のアシスタントをしてた人がいて、でその人のコネクションで話をまとめていって、小畑武史先生の世界観というのはすごくゴシック感もあるので、これはもうキャスルバニアシリーズに合うだろうということで、ちょっと一回チャレンジしてみたんですよ。そしたらうまくやってもらえたと。でこれを 3D に落とすんですけれども、基本的にはそのモデルを似せて作るっていう作業をやっていくんですが、その完成度を上げるために小畑先生の方から、素材の指定をもらったりとか、あと出来上がったものを小畑先生に見せて何回もやり取りをすることで完成度を上げて、で小畑先生の方でもここはこういう疾患でみたいなのを全部もらうんですよ。はい、こちらの方はですね、今回ちょっとコナミじゃないところの、コナミじゃない音楽屋さんを使ってます。ちょっと会社の名前言っていいかどうかわかんないんで、ちょっと今ノートコメントなんですけど、使ってまして、で今回はいろんな時代のキャラクターが集まるということで、キャラクターの出ていたゲームの曲をアレンジで今回用意してます。キャスルバニアシリーズ、今は 2D のその横スクロール探索アクションで皆さん楽しんでもらってると思うんですけれども、フランチャイズをもっと大きくしようと思った時にやっぱそれだけではいけないと思いますので、今回のチャレンジをもうはじめいろんなちょっとチャレンジをしていきたいなと思ってます。